皆様こんにちは。いつもお世話になりありがとうございます。ラックスマンの末吉でございます。さて、オーディオ業界は新型コロナウイルスの影響で、ほぼすべての大型イベントが中止になり、お客様や販売店様に製品をご案内する場が少なくなってしまいました。そのような中、私たちラックスマンは、ブランドや製品を知っていただく場として、動画配信をスタートすることといたしました。有意義なツールとして活用できるよう試行錯誤を重ね、皆様に臨場感あふれる製品情報をお届けできるようにしたいというふうに考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。取締役開発部部長、音質責任者の長妻です。よろしくお願いいたします。D10X モデル担当の田村です。よろしくお願いいたします。はい、広報の小柳と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、動画で、D10X の解説をしようということで、モデル担当の田村さん、それから音質責任者の長妻さんをお迎えしてですね、紙面でも実はすでにこのお二人でですね、こういった解説をしている部分もあるんですけど、今回は動画でさらにですね、紙面では伝えきれないような情報をお伝えしようというふうに思っております。で、まずはこの D10X ですね、どういったモデルになるか、その辺をモデル担当であります田村さんの方から少し説明していただきたいなと。D10X は D080 の後継機となりまして、そこからですね、新しい CD、SACD のメーカーとですね、新しいデジタル回路、そして新しい DAC、そしてアナログ部分も新しい回路を搭載しました最新のフラッグシッププレイヤーとなります。これまで D10X が登場するまでは D080 という、フラグシッププレイヤーがございまして、そこから、出力のメーカー、それから DAC、そして、増幅の、ODNF と、それらが全て新しくなったモデルということで、この辺がですね、今説明いただきましたが、具体的にですね、どういう変化を、もたらしたのかというのを田村さんの方から引き続きですね、お話しいただきたい。まず、新しい CD メカニズムに変わりました。そしてその CD のメーカーをですね、搭載する方法、080では LXDTM と呼んでおりまして、アルミの8ミリ圧のアルミのサイドのシャーシですね。これがフロントからリアまで通じております。で、その上から5ミリ圧の鉄板で蓋をするというような強固なシャーシ構造だったんですが、今回その LXDTM-I というインプルーブドと呼んでるんですけども、それはですね、この CD メカニズムのシャーシですね、それをですね、このサイドのアルミパネルをザグりまして、ザグったところに CD のシャーシを直接取り付けるというような構造になっています。直接取り付けることによってより強固な一体構造というふうになっております。もう一つですね、新しいところでいうと DAC の方ですね。で従来、弊社ではTI のPCM1792 という DAC を長いこと使ってたんですが、そちらからですね、この度ローム新開発された BD34301EKV というですね、こちらの DAC をですね、現時点では世界初搭載となっております。そしてもう一つはアナログ回路ですけども、こちらも4チャンネルフルバランスでディスクリートアンプが入っているんですが、これが弊社の ODNF ですね。でこれがバージョン 4.0 だったものが今回は ODNF-U と呼んでいます。最終版と呼んでるんです。そちらに進化しております。U はアルティメイトということですね。
送り出しや読み取りですね、それから DAC の変換と、それから出力と、この全てが一新されたのが DTX ということになると思います。はい、それではですね、この DTX に積まれたさまざまな、独自技術というか、ラックスマンならではの、技術なんですが、先ほど ODNF-U という、私どもの、アンプの、増幅回路ですね、そちらの話がありましたが、その ODNF-U に関してですね、音質責任者であります、長妻さんの方から少し解説いただきたいと思います。D10X では、ODNF-U という、増幅回路を、搭載しました。で、ODNF というのはですね、私どもの、アンプの中で、核になる技術なんですけれども、入力と出力を比較してその歪み成分だけを戻すという、そういう技術です。で、なぜこういうものを使っているかといいますと、音がですね詰まらずにいかに楽にスッと出てくるか、そういうものを実現するために、ODNF-U というのを載せているわけなんですけども、今回 D10X ではその ODNF-U というのを載せまして改良した部分はですねその誤散布、入力と出力を比較する誤散布の中でその誤散布の出力をですねインピダンスをかなりまた下げまして出力のトランジスタをパラにするとかですねもしくはその中に基準電流を決めるところがあるんですけれどもでそこの温度の安定性を良くしたいというような、そういうことを対策をしまして ODNF-U にしたということですね。でこれによりですね音質的には非常に力強いものになったと思います。で静寂感もあって力強さもあると、そういうような効果があったというふうに思ってます。名前が U ということで、究極の ODNF ということで、アルティメイトということで、最終形というか、完成形呼んでもいいのかなと思います。あとはですね、通常デジタルプレイヤーにそんなに大規模なアンプ回路が入っているのかと。通常もっと内部を見ますとシンプルな形の出力バッファー的な回路が入っているのが多いと思うんですけど、DTX はフラグシップでもあり、弊社の音質を奏でる、肝になる機械ということでやってるかと思うんですけど、搭載してるかと思うんですけど、その大規模なアンプ回路を入れるメリット、得られる音質、そういったものはどうお考えになりますか。昔からですね CD は CD 臭いというような言われ方をよくしてたと思うんですけれども、それはですねやっぱり音が詰まってしまうからそういうような表現になってしまうんですね。で詰まるというのは音が頭打ちになるとかそういうようなことであるんですけれども音がですね楽にスッと出てくる。そういうところを CD プレイヤーでも再現しようということで、ODNF 回路を載せたということですね。つまり DTX はそちらの回路が搭載されるおかげで、伸びやかになる。そうですね。はい。基板全体が白っぽくなっておりますが、それはどういった理由からですか。これはですね、答えはレジストがないからということなんですね。レジストというのはこの緑色の、印刷してある、物体なんですけども、これがあることによって、ハンダすることもできますし他の、部分とタッチしないで、電気が流せるということを、そういうメリットがあるんですね。ただしこのレジストがありますと、パターンとパターンの間にレジストがあるとですねそこの間をレジストを通って電気はわずかですけども流れるんですね。でそれがないとですねそのレジストがないと非常に音がですねきれいにピークが伸びるんですね。スッと音が抜けていくんですね。そういう効果があります。でこの白いのは、レジストがないために、ガラスエポキシの、素材そのものが見えているということですね。ただ想像するにパターンを引いた後その緑色のレジストを剥がすという工程が加わるということで、相当
そうですね、非常に工場泣かせの作業ですね。コストと手間がかかる、そうですね。まあ、フラグシップならではのだからこそできるそういったそうですね特別な仕様ということですね。はい。もう一つのこの D10X に、搭載してます、まあ、新しい、トピックスですね。その中に DAC があります。で、今回ロームさんの DAC、新しい DAC、これを搭載するに至った経緯と、まあ、この DAC による恩恵というんですかね、そういったところを、モデル担当であります田村さんの方から、お話しいただきたいとラクスマンでは、TI の PCM1792 を、長く使っていたんですけれども、TI の方が、ちょっと最新型の DAC の開発が止まってしまったということもありまして、新しい DAC を探していたところですね。で、大きく、ハイエンドのプレイヤーに使われる DAC っていうと、2社あるんですけども、そちらの、評価ボードなどを手に入れまして、音質ですとかスペック測定とか、いろいろ検討は重ねていたんですが、ちょっと音質的に、08U からですね、弊社のプレイヤーに搭載した場合、ちょっと引っかかる部分もあるということで、そのあたり、こちらの長妻さんとですね、音の方の確認をして、ちょっとどうしようかなと言っていたところに、ロームの方からですね、新しい開発中の DAC があるということで、紹介されまして、そちらの音を聞かせていただいたところですね、非常に情報量が多くて、でなおかつ、非常に自然な音の出方をしてまして、非常にそこに可能性を感じまして、こちらで搭載してみようということになりました。私も、まだ動き始めて音がまだ固まってない状況で、実は聞かせていただいたんですけど、特に低域の押し出しとかが明らかにそれまでの製品08と違うなっていう感じしたんですけど、その辺もロームの DAC の特徴とかにはなるんですかね。そうですね、情報量の多さというのはあるんですけども、もう一つは、ロームのそれで気をつけているというところが低域の力強さというところがあるようで、非常にそこが今回 D10X で、その良さになったんじゃないかなと思っております。その辺音質責任者である長妻さんの方もロームさんの DAC に関しては、そうですね。はい。今実際にロームの DAC はここに2個載っていますけれども、ロームの DAC はですね、非常に情報量が多くて、自然な音情で、音もほぐれていますし、でなおかつそこに力強さが加わっていると、そこは非常に大きな特徴だと思いますね。ということで今回採用に至りました。数々の新しい技術で構成された D10X なんですが、この全てが一新されたと言っても過言でないような状況の中、いろいろと開発にあたってはですね、難しい面もあったかと思うんですけど、その辺のところメインの開発者である田村さん、どういったところを苦心したんですかね。そうですね、やはり今回新しいCD メーカーになりましたし、デジタル部分も MQA などのデコーダーも搭載されましたし、また DAC 部分も新しい DAC となりました。やってそういったところのコントロールですね、そういったところが、まずちゃんと動作して音を出すというところにそこにたどり着くまで非常に時間がかかってしまいましたね。はい、でその中でもそうですね、DAC の周りですね、やはりこの辺、従来の、TI のものとは、やはりいろいろとその使いこなしも変わってきて、基板のこのパターン設計ですね、こちらの方も、量産に至るまでには何回も書き直しまして、それはSN だとか歪みの改善のためですとか、あとは音質ですね、
そういったところを、改善するために、そういった何度も書き直しをして、またこういうようにですね、グラウンド周りに、ワイヤーをつけたりとかですね、要はそういったような、非常に駆使して、最終的に今の DTX が出来上がったということになります。これまでですね、DTX の特徴、それから苦労した点等々ですね、お話しいただいてきたんですけど、実際ユーザー様からはラックスマン音を決めるのにどんなソフトを使っているんだとか、どういった点を気にしながらですね、音作りをされているんだなんていう質問をですね、よくお受けします。その辺この DTX を作り込むにあたってはどういった音楽でどういったところをポイントに詰めていったのかっていうのをまずは音質責任者であります長妻さんの方からお話しいただきたいと。ですね、私ども機械が変わってもいつも大体使う曲は同じなんですけども、一番多く使うのはですね、このエリア・メリングの、音楽に寄せてというこのシューベルトの曲ですね。ピアノと、ソプラノということで、これをもう何万回も聴いてると思うんですけども、ピアノが左手右手がですねちゃんとバラバラにならないでちゃんと音楽のようになることとかですね、アメリングの声が非常にほぐれた声で聞こえることとか、そういうような、ところを、中心にですね、これ合わせています。でもう一つはですね、これは、アリスタ・ラオットの、ショパンのワルツ集ですね。でこの中で一番最後にですねノクターンの A 波単調という曲があるんですけども、これがちゃんと A 波単調の調で鳴るようにというのが非常に難しいんですね。でそのピアノのタッチがちゃんとその正確に再現できるかとかっていうところを中心に聞いております。で他にもディスクありますね。そうですね。今のはクラシックでしたけども、ではちょっと違うものですね。ポップスだと、こういった大移動ですね。こちらなどで、ボーカルの位置ですね。ボーカルが自然な位置で、出てくるかどうか。前に出過ぎずかといって、後ろに引っ込みすぎずというような感じですね。その辺の自然なバランスで出てくるかどうかっていうところをこの辺のディスクで、確認したりしてます。それ以外に、DSD ですね、SACD の方で言いますと、この辺の、マーラーのディスクですね、こういったところで、SACD、DSD の空間の表現で、そういったところが、自然な空間表現になるかどうか、そういったところを確認しております。もちろんUSB の入力に関しても、PCM は76%の32ビット、DSD は 22.4 まで対応してますので、その辺でも、音決めの時は、そういったディスク、ファイルミュージックサイズですね。そうですね。そういったもので、別のファイルになるかと思うんですけど、何回も何十回も何百回も聞いていると、そうですね。ということですね。それでは最後にですね、この DTX の、おすすめしたいところとか魅力的なポイント、そういったところを、まずは、メインの開発者であります、田村さんの方からお話ししたい。そうですね。DTX、新しい CD メカニズムが、SACD プレイヤーですけども、外部入力としては、USB ですとか、SPDIF も揃えておりますので、あらゆるメディアで、そうね、最高の音質が楽しめるんではないかと思います。長妻さん。そうですね。私どもは例えばあるジャンルだけ得意とかっていうのは実は考えていなくてですね、オールマイティオールラウンドで、いろんなジャンルの音楽を楽しんでいただけるっていうことを目指しています。ですので、いろんな音楽を楽しんでいただきたいんですね。で私どもはやはりその音楽が楽しくなるっていうことを、
追求した音質対策をしていますので、やっぱりそういうところを感じ取っていただければなというふうに思っています。この DayTX はこれまでの動画でもご説明させていただきましたように大変音楽性豊かで魅力的な新しいフラグシッププレイヤーとなっております。ぜひですね、私どもの正規取扱店様で実際にご体感いただきたいと思っております。それでは本日は動画をご視聴いただきましてありがとうございました。